シェア率ナンバーワンを誇る有料動画編集ソフトプレミアプロを使えば、初心者でも読み上げ動画を簡単に作れるだろう。そんなことを考えて早4年。アップデを重ねるたびに必要な機能は消され、無駄に増える余計な機能。動作は重くなり、バグとフリーズのシナジーでよく止まるエディタ。ソフトのエンコバグでとろける顔と時間。もはやプレミアプロで読み上げ動画を作ることは、一種の縛りプレイと言っても過言ではないでしょう。と、呪詛レベルで文句を言いたくなる編集ソフトではありますが、なんだかんだ4年くらい継続購入し、プレミアプロと愉快な仲間たちで読み上げ動画制作をしてます。趣味さながら、のんびりちまちま作ってますが、やはり課題になるのが制作時間。読み上げ動画は、通常の動画編集に加え、定量的なボイス、字幕、立ち絵などの配置作業が出るため、かなり時間がかかります。その中でも特に立ち絵制御については、プレミアプロ単体で解決することが難しく、他のツールで補う必要があるので、とっても煩わしかったりします。今回は、そんな煩わしさを解消すべく、開発を進めている、プレミアプロの自作拡張機能、FL メーカーの立ち絵機能について話していきます。はじめに、Adobe 製品での立ち絵制御についてをちょこっと説明。Adobe 製品で立ち絵の制御をする場合、基本は After Effects かキャラクターアニメーターのいずれかになります。After Effects は紙揺れだったり、ぬるっとしたモーションだったりが作れるソフトで、立ち絵に限らずアニメーション全般を取り扱えます。立ち絵を動かすことに特化した外部ソフト、Live2D と連携することで、イラストをより柔軟に動かすことができたりもします。キャラクターアニメーターは、キャラクターの瞬きや音声に合わせた口パク、体を動かして移動など、キャラクターイラストの操作に特化したソフトです。Live2D と比べると平面的な動きしかできませんが、ソフト単体で立ち絵をカメラと連動させて動かすことができたりします。この2つ以外にも、アニメイトや Photoshop のアニメーション機能などでも立ち絵制御ができ、Adobe 製品で立ち絵を動かすためのソフトは十分揃っています。そして作ったプロジェクトや出力ファイルはプレミアプロで読み込ませることができます。これだけ聞くとわざわざツール作る必要なくないかと思うかもしれませんが、課題がいろいろあります。まず初回の立ち絵セット作りが大変なこと。アフターエフェクトやキャラクターアニメーターはいずれもリッチでいろいろできるのですが、設定項目が非常に多く、初期セットの準備でかなり時間を要します。何も知らない初心者なら口パク一つ設定するだけで1日費やすレベルで、新規の立ち絵や差分の追加も結構大変です。私もアフターエフェクトのエクスプレッションで立ち絵を完全制御していましたが、PSD に合わせた構成の考案やスクリプトの作り直しでかなり時間をかけてました。今画面に映ってる構成にするのも1年以上かかってたり、汎用化を考えれば考えるほど学習量と作業量が多くてとにかく大変なのです。次にプレミアプロの映像と立ち絵の同期が面倒なこと。プレミアプロにはファイルを取り込めますが、取り込めたからといってシームレスに同期できるわけではありません。プレミアプロで映像をずらせば、立ち絵の生成ソフト側でキーフレームを動かすことになります。ボイスを変更すれば、口パク用ボイスオーディオを生成して立ち絵を反映し直さなければならなかったりもします。なので、プレミアプロで動画を編集しながらメパチ口パクの立ち絵を設定するのはほぼ無理で、あらかじめ動画を完成させてから適用するといった段階を踏む必要があります。コンテが完璧にできてれば並行できるかもですが、私みたいな行き当たりばったり系動画投稿者には難しかったり、他にも出力が遅いとか、リンクが壊れてエンコがよくバグるとかもあったりするので、プレミアプロと他の Adobe 製品でシームレスに立ち絵制御するのは至難の業になります。そういった課題を解決しようとしたのが、プレミアプロの自作拡張機能、FL メーカーの立ち絵機能になります。通称 FLA。FLA は立ち絵素材をもとにパーツの構成管理、イラストを生成するツールです。プレミアプロ上での立ち絵制御の簡易化を目指した製品で、パラパラ漫画的アニメーションや簡単なメパチや口パクをサクッと作ることができます。とりあえず FLA で立ち絵を生成してみましょうか。拡張ツールを立ち上げて、立ち絵タブを選択。立ち絵新規セットの作成。今回使用するのは、フニチカシのキズナあかりの立ち絵。レイヤーが整理されていて、構造がわかりやすい PSD 素材になります。作成した立ち絵セットをクリック。
名前とファイルタイプ、ファイルパスを入力。選択が終わったら読み込みをクリック。読み込めたら立ち絵のメイン画面が表示されます。画面は見たままで、左が立ち絵プレビュー、右がレイヤー選択、上が細かい表示設定とか。一旦初期状態で出力だけしてみます。立ち絵の出力は右上の出力ボタンをクリックするだけ。はい、出力できました。再生ヘッドの位置に立ち絵シーケンスが配置されます。シーケンスの中身はこんな感じ。FLA では立ち絵をピングで出力して表示する仕組みになっています。今はそのまま出力してるだけなのでピングのクリップ一つですが、アニメーションがあるとここにクリップが複数並ぶようになっています。続いて口パクと目パチを設定してみます。まずは口パクの設定から、エディタに戻って右の3点ボタンをクリックし、口パクレイヤーを追加。レイヤーを右クリックすると編集画面が開かれます。ミディミキサーみたいなページになってますが、左が口パクで表示するセット、右が設定するレイヤーの選択になります。まず、右から喋っていない時のレイヤー、すなわち口を閉じてるレイヤーを選択。これを無音の箱に設定します。次に、口開きレイヤーを選択。共通の行の箱に音量区間に合わせてはめていきます。FLA では音量8段階で設定できるようになっていますが、アニメーション的な動きにするなら開きは3フレームくらいあれば十分です。下の部分は母音で設定すればラボファイルを元に母音での口パクもできます。が、今回は割愛。これで口パクの設定は完了です。次に目パチを設定してみます。口パクと同じ要領でタイムラインレイヤーを追加し、右クリックで編集画面を開きます。ベースレイヤーのアイコンをクリックし、目を開いたレイヤーを選択します。次にアニメーションを追加ボタンをクリック。アニメーションセットの行が追加されるので、アイコンをクリックしてアニメーションの編集画面を開きます。この画面の見方は、左上がアニメーションプレビュー、左下がフレーム一覧、右が選択レイヤーです。フレームを追加し、右で選択したレイヤーをセット。フレーム値を2や3に設定します。同じようにフレームを追加し、半開きのレイヤーを選択。左にセットし、フレーム値を設定。というのを繰り返して、目を閉じて開くアニメを作ります。完成したらエディタを閉じ、アニメーションの挿入間隔とか、表示する確率とかを設定すれば、目パチは完成です。いろいろ説明をすっ飛ばしてるのでややこしいかもですが、基本のレイヤーを表示しつつ、アニメーションセットを一定間隔でランダムに挿入する設定をしています。目パチと口パクの設定が終わったので、最後に追加したレイヤーを選択し、立ち絵出力ですが、口パクなので、ボイスファイルが必要です。適当なボイスをプレミアプロのタイムラインに配置。ボイスクリップを選択した状態で、出力ボタンをクリックします。はい、同じように出力されました。口パク、目パチ、どちらも正常に動いてますね。どうですか？慣れれば口パクも目パチも数分で設定できるようになります。立ち絵のセットアップだけなら1日もかからないでしょう。出力した立ち絵についてですが、パーツ選択情報も同時に出力していて、タイムラインの立ち絵シーケンスの選択と同期して、パーツ選択も切り替わるようになっています。選択クリップの位置情報も自動取得されるので、2回目の出力も位置やら大きさやらをコピペする必要がないです。立ち絵の表情とかを変えたくなった際は、シーケンスを選択して再出力すれば置き換えられます。この通り、後から修正する際に必要な機能も一通り揃えてます。これで FLA のセットアップや切り替えのしやすさは伝わったことでしょう。最後に、立ち絵セットをより使いやすくするため、レイヤーを整理してみます。この画面で表示されているレイヤーに前後関係はないので、自由に並び替え編集ができます。上のメニューより並び替えモードを有効にし、一覧表示化。フォルダを4つ作って、左腕、右腕、頭、体で名付け、ドラッグ&ドロップでレイヤーをそれぞれのフォルダの中に入れます。フォルダの右の歯車ボタンをクリック。編集画面が開かれるので、ここでそれぞれのフォルダの挙動を設定します。腕は1つしかないので、ラジオ選択化。腕がなくなることもないので、フォルダをロック。頭や体は必要ですが、普段変更することはないので、シャイにしておきます。後手前と後裏のフォルダを1つの後フォルダに。使わないパーツは非表示化。といった具合で自分の使いやすいようにカスタマイズできます。
PSD 上で上腕と前腕で分かれているものでも、FLA では片腕フォルダにまとめて選択するといった使い方もできるので、レイヤーの前後関係が必須な差分の切り替えも容易に行えます。他にも、立ち絵の選択情報を保持するお気に入り登録機能とか、プリセットでレイヤーセットを分割する機能とか、立ち絵設定をインポート、エクスポートする機能とか、キャラ素材スクリプトバージョン 5F で読み込める設定とか、色相や明るさとかを変えられる設定とか、元レイヤー構造を自分で作り変えたりできる機能とか、日本語のレイヤー名をローマ字入力で探せる検索機能とか、思いついた機能を可能な限り詰め込みまくってます。紹介に飽きたのでここまで。要するに、立ち絵機能を含めたプレミアプロ拡張機能を作ってるって話でした。一人でコツコツ作って、X でポツポツつぶやくだけで行き場がなかったので、つべでアップしてみようと思った次第です。今回紹介したのは立ち絵機能 FLA だけでしたが、ボイスの取り込みや字幕の配置、ゆっくりボイス生成機能なども備えてたり、補助ツールを強化することで読み上げ動画の制作速度を向上させています。と言いたいところですが、ツールの更新で結局動画作りが進まずなことも多々あったり、読み上げ動画作りは本当に難しいですね。今回紹介した FLA もとい FL メーカーですが、公開する気はないです。もともと1万円以上の有償販売を想定していたのですが、販売クオリティに達しないまま1年以上経過。今も機能を増やしたり破壊的更新したりで完成のめど立たずなので、一生販売クオリティには届かないでしょう。親友に使ってもらうのもありかなとも考えましたが、そもそも私には友達すらいないので、そのまま誰にも公開されることないまま、ザ・エンドってね。また語りたくなったら動画出そうと思います。ってな感じで、今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。